おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。前半はペア戦のジョータロウ、相方はホルホースだよ。かかってきやがれ。このジョータロウのカラーは新しく実装された激闘のナイルブルー。前回のハイディオ様の新カラー同様、現在開催中のチャレンジイベントで先行入手が可能だよ。さてこの辺はまだプレイヤーもいないし複数ダービーの資格が取れそうだな。あ、いかん相方から敵遭遇のシグナルだ。資格を狩るのはここまでにしてさっさと合流しよう。てめえまずいぜ。もう少しだけ近づかねえと。一人ダウンを取ってくれたが相方の体力もギリギリだ。俺一人じゃ完璧不利。やれやれ。間に合ったぜ。おら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 。やはりてめえの負けだ。よくやった。ジョルノが盾になって歌教員を逃がし損ねたけど相方が撃破。さて回復を。って間違えて大回復取ってしまった。よしこんなところにもダービーの資格が残っていたぞ。相方の次のアルティメット回数増加はレベル5なので、ここはチップをいただいてレベルマックスになっておこう。さてある程度レベルアップはできたことだしシールドを集めよう。残り人数は7か。建物だらけで全員の位置はよくわからないが遠くにちらりとジョータロウが見えた。あとは隣の建物でも気配がするな。そして次の安全エリアは南側。隣の建物のペアはまだ動いていない。逃がすわけにはいかんな。何？死んでもらうぞ。から動くなよ。あそこは次の安全エリアの範囲外。こうやって進路を塞いでしまえば相手は相当不利な状況になる。さて後ろに警戒しつつこのまま着地を狙ってチップを奪おう。全然かわいそうとは思わん。振り切れんとは。貴様。リゾットは透明か、足音の擬音を見逃さずに行こう。暗いな。メタリカ。てめえの負けだ。危ねえあのまま取り逃がしてたら大ダメージを食らってた。しかしこれで相方もレベルマックスだな。さて残り人数5か。最後はどう攻め？おやおや。ほー。うひひひ。うははははは。ぶっ殺す。面白くなってきたぞ。バレなきゃイカ様じゃねえんだぞ。まさかの最終局面で投資アイテムゲット。相手にとってこれほど理不尽な盤面もないだろう。よーく狙って。さあ残るは単独だ。スターアプローチゴールドエクスペリエンス。は、ジョルノのオーバーグローと勝ち合って木に登らされた？こんなことある？やってくれたな。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。かかってきな。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえ。時止めを失敗したのには面食らったが依然こちらが優勢。一気に詰めて決める。諦めるんだ。なんだと。いくら素早かろうがぶち当ててしまえば関係ねえ。思わぬ形で時止めを阻止されたけど、ブロッキングで押し通して勝利。後半は相方のおかげでスムーズにことが運んだけど、序盤や対リゾットではちと危ない点が見られた。ともあれブロッキングによって近距離戦で性能的、精神的優位に立てるジョータロウは相変わらず強い。そして多くのプレイヤーを倒して有利な状況を作ってくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。まとめて相手してやるぜ。さて今度はソロ戦だよ。シーズン11でも色々調整が入ったりしたが、ジョータロウの強さは依然上位クラス。前のシーズンでトップクラスの性能だったディアボロもちょうどいい感じに調整されたが、ジョータロウにとって新たな脅威も増えた。そのキャラというのがジョリーンで、今シーズンの調整により機動力が大幅強化されパワー不足も解消。特にアルティメットの強化具合が凄まじく、通常のキャラならまともに命中すれば体力シールドフルだろうと再度動く前に追撃で落としきれる。ジョータロウとポルナレフのガードでも防ぐことはできず、発動から命中させた時にダウンまで持っていける確実性と速攻性が高い。特にジョータロウはブロッキングによるポジションのキープ力が高かったため、その優位性に一石投じられる形となった。さて残りは全員プレイヤーか。開幕投資アイテムでポルナレフとノーマルディオ様は確認している。あそこにいるのはキラ。向こうにいるのはロハン先生だな。建物を取らせたくなかったがこの位置からだと阻止は無理か。
建物を取っている露伴先生に近距離キャラで仕掛けに行くのはかなりリスクが高い。さて次の安全エリアの範囲外にプレイヤーが2人。未だに家を漁っているということはダメージを受けている可能性が高い。俺はやると言ったらやる男だぞ。この野郎！最悪このままでも終盤戦はいけるがレベルマックスになるに越したことはない。しかし向こうも一筋縄でやらせてくれる相手ではないな。射程に入ってもなりふり構わず殴り返してくる可能性もあるので完全に捉えるまで連撃はできない。リオ様も近くにいるのでそっちも警戒しなくては。無駄もうちょい静かにしやがれ。これ以上攻めるにはディオ様が厄介だな。結局大したダメージは与えられなかったがそれならそれで次の手を考えよう。とにかく中央の建物を露伴先生が抑えている以上、近づくのは遠隔操作で奇襲を受ける危険性が高い。ならば見通しがよく極力奇襲を受けないポジションでチャンスを待ちたいところ。ただし他のキャラにまで安全なポジションを渡すことはさせない。ディオ！貴様！見ているな。てめえがかかってこなくてもやるぜ。貴様！ここはブロッキングに物を言わせながら詰めて安全なポジションから追い出す。開けた地形を私だけで抑えてしまえば他のプレイヤーは危険な屋内へ行くのを余儀されなくなり、潰し合いになってチャンスが生まれる。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。これが我が逃走経路だ。多少のダメージは関係ない。これで広場のプレイヤーは全部見通しの悪い屋内に押し込んだ。これで他のプレイヤーは潰し合いになりやすくなるし私は遠隔操作の迎撃もできる。あとはチャンスが来たらどう攻めていくかを考えよう。さて向こうでは結構な殴り合いになっているな。いくら露伴先生がいて不利だと分かっていても屋内に押し込まれたならば無理をしてでも戦わざるを得ない。そして拾われ損ねたチップもあるぞ、ラッキー。さて比較的有利な状況ではあるが視界が悪くて状況がつかみづらいのも事実。不意の奇襲には最大限警戒し。丈太郎死ねー！勝った死ねー！打ちかますぞ！このディオがてめえは俺を怒らせた。とっと目を捨ててまで潰しに来たか。しかしそれも想定済み。くそったれが。しかしとっと目を使わされたのは結構やばい。とにかくここはヘブンズドアーの迎撃を最優先。キラがアルティメットで露伴先生を倒しに行ったぞ。シアーハートアタック。こっちを見ろ。爆弾なんぞだ。この空城丈太郎がビビり上がると思うなよ。私は生き延びる。平和に生き延びてみせる。地獄の底で寝ぼけな。やろう。スターアプローチだ。Do you understand? 相手の着地ギリギリまで耐え抜き、最後の一撃をねじ込んで勝利。手強いプレイヤーが多く不確定要素も多くて厳しい戦いだったけど首の皮一枚繋がった。道中余計なダメージはあったものの、自分のポジションを確保しつつ相手には取らせないという立ち回りができたのがポイントだった。時と目による終盤力とブロッキングによるポジション取り能力、どちらも丈太郎の強さを支える重要な要素だ。それではご視聴ありがとうございました。